皆さんこんにちは。闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。ミラークのロープってあるじゃないですか。攻撃を食らうと触手で反撃できるんですけど、これが結構強いんですよね。ただやっぱりローブですから、どうしても防御力が低くなってしまいます。そこで私は考えました。防御力を上げられないなら回復力を上げればいいじゃないというわけで今回は回復力をとことん極めて触手で反撃するビルド、超再生触手ゾンビビルドをご紹介します。まずは種族ですが、アルゴニアンにします。種族固有パワーのヒストスキンが今回のビルドのイメージにぴったりだからです。性別は女性にします。理由はいずれ説明しますが、スカイリムでは女性の方が最終的に強くなります。名前はリジェネちゃんで。それではさっさとヘルゲンを脱出します。レイロフとハドバル、どちらと逃げるか選べますが、今回はレイロフルートを選びます。訳あって帝国軍の鎧が欲しいのですが、レイロフルートなら敵が帝国軍になるので、簡単に手に入ります。それでは脱出風景を流しながら、プレイ方針について話していきます。再生能力をとことん極めてみようというのがこの動画の趣旨なのですが、家事、駆除、錬金術といったクラフトスキルは使用しません。今回はあくまで買ったり拾ったりしたものだけで、どこまで強くなれるか追求してみます。難易度はレジェンダリーです。そもそも戦闘中の自動回復は微々たるもので、ダメージを賄えるものではないのですが、難易度レジェンダリーでは当然回復が追いつきません。そこを自作装備なしでどうするかというのが、この動画の見どころの一つになると思います。主な攻撃手段は両手武器です。最終的にはミラークのロープを装備しますが、触手の反撃だけでは火力不足なので、両手武器を基本として、触手でダメージを補う形にしていきます。こんな感じで進めていって、最終的にはカースターグを倒せればいいなぁと思ってます。というわけで無事ヘルゲンを脱出しました。ヘルゲンを脱出したら真っ先にすべきこと、それが何かわかりますか？皆さんご存知の通り、吸血鬼になることです。ウィンドヘルム南西のマーラの冥の池でサングイネや吸血症をもらったら、すぐそばのコウシュの間に逃げ込んで、3日間待機します。はい、これでリジェネちゃんは吸血鬼になりました。そしたらそのままコウシュの間のクエストを進めていきます。いい感じに松明を取って、杖を拾って、骸骨を蘇生して鍵を取って、金庫を開ければ、血虫の兜が手に入ります。早速装備しました。この兜にはアンデッドへの魔法を強化する効果があって、プレイヤーが吸血鬼なら自分自身への魔法も強化してくれます。ワーミルナの祝福は本来召喚と幻惑呪文の消費を 5% 軽減するのですが、血虫の兜の効果で 6% に上昇してます。それ以上に重要なことが、リジェネちゃんはこの時点でアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後すぐに吸血鬼になることで、吸血鬼治療後も聖職者吸血鬼と同様のボーナスを得られるようになります。ヘルゲンを脱出したらまず吸血鬼。これが令和のスカイリムの新常識です。令和のゲームをやれ。ただしばらく吸血鬼を治療するつもりはないので、成果をお見せできるまでは時間がかかります。それまでは記憶の片隅にでも置いといてください。コウシュの間のクエストが終わったら、金目のものを回収してから次の目的地へ向かいます。というわけでウィンターホールド大学にやってきました。用があるのはアルケイナウムのソランの日記です。これを読むことでリフテンの近くに一角獣が出現します。というわけで捕まえに来ました。ダッシュで接近して上に乗って、しばらく乗り続けていれば手なずけられます。一角獣は全ての馬の中でも最大のスタミナを持っているので、それだけ長距離を走り続けることができます。移動が快適になるので、どんなプレイでも早めに手に入れたいですね。次に向かうのはホワイトランの酔いどれハンツマンです。カウンターの上のメモを読めば、勇者の戦いのクエストが始まります。ストームクロークか帝国軍、どちらの味方になるかを選ぶのですが、ソリチュードで特使に話しかけて帝国軍側につきます。本来ならここで話術スキルを要求されるのですが、帝国軍の鎧を着ていれば話術スキルに関係なくクエストを進められます。だからヘルゲンで鎧を手に入れる必要があったんですね。もらった鍵で宝箱を開ければ帝国軍のドラゴン装備一式が手に入ります。特に重要なのが帝国軍のドラゴンのブーツです。
足装備には付与できないはずの体力回復速度上昇がついてます。たったの 10% ですが、替えが利かないので、最後まで使い続けると思います。その後はストームクローク側の代表と戦うことになるのですが、もう欲しいものが手に入れたので、無視して先に進みます。というわけでフォーレルホストにやってきました。リフテン南東に位置するノルド遺跡です。遺跡を抜けた先のバルコニーに、目当てのアイテムを持った敵、失われた聖騎士がいます。ただ壁を登れば遺跡を攻略する必要はないので、強引に馬ごと登ってしまいます。失われた聖騎士は現時点では全く歯が立たない相手なのですが、馬をおとりにすれば問題なく倒すことができます。倒したら死体を調べて、はい、クリサミアゲットです。クリサミアは武器なのに防御寄りの付与がされていて、最大の特徴は戦闘中の体力回復速度が上がるということです。早速効果を確かめてみます。さすがにダメージを上回るほどではありませんが、それでもかなりの速さで回復してますね。それもそのはずで、現在のリジネちゃんの自動回復はクリサミア装備前と比べて約 2.8 倍速くなってます。自動回復の仕組みは長くなるので省略しますが、とにかくクリサミアはすごいということだけ覚えておいてください。それでは引き続き装備を集めていきます。酒場で噂を聞き続けていると、そのうち賞金稼ぎの仕事を手伝えるかという選択が出るので、これを選ぶとガラスの骨のクエストが始まります。クエストマーカー君にダークライトタワーを登るよう促されるのですが、無視してアークウィンドポイントに向かいます。塔の頂上にビョルムンドウィンドストライダーの死体があるので、ドラゴンボーンメイル、ドラゴンプレートの防護兜、ドラゴンプレートの防護コテを剥ぎ取ります。ブーツまで剥ぎ取るとクエストが終了してしまうのですが、正規の手順を踏んでないので、いくつかのユニークアイテムが入手不可能になってしまいます。なのでビョルムンドは裸にブーツのまま放置します。それでは早速装備します。新しい防具を装備する際は、まず血虫の兜を装備して、頭以外の防具をつけて、最後に頭装備を付け替えます。こうすることで、全ての箇所の不死を血虫の兜で強化できます。それにしてもまだレベル1なんですけど、こんな装備が手に入っちゃって、バランスは大丈夫なんですかね。まあスカイリムのバランスを今更どうこう言ってもしょうがないので、次の装備を取りに行きます。というわけでリフテンにやってきました。リフテン水産前のピリアに話しかけて、釣りクエストを開始します。ああして、こうして、こうなって、無効試合のクエストまで進めました。モーサルのブルティウスから釣り勝負を申し込まれるクエストなのですが、無視していきなり切りかかります。実はこのブルティウスは悪いやつで、釣り勝負を受けると3人がかりで襲われるのですが、この場で倒せば1人を相手にするだけで済みます。死体から日記を読むと、釣り場のそばで指輪を落としたことが書いてあるので、釣り竿で釣り上げれば、ウォーロックの指輪が手に入ります。呪文シールド、体力回復速度上昇、移動速度上昇と、これでもかというほど効果が込められてますが、このビルドで重要なのは体力回復速度上昇です。プラス 30% という値は決して高くはありませんが、レベル1で入手可能であることを考えれば、破格の性能をしています。簡単に手に入る装備は集めてしまったので、そろそろスキルレベル稼ぎの準備を始めます。ウィンドヘルムで氷の上の血を発生させて、ヒジリムで奇妙なアミュレットを拾います。ガリクストにアミュレットを売ってから、ウーンファースに助言をもらって、ガリクストを倒してアミュレットを回収します。そういえば吸血鬼なのをすっかり忘れてました。日中の屋外で倒すのは難しそうなので、被害者のことは見捨てて、ヒジリムの中で戦いを挑みます。これだけ装備を揃えても、正面からの殴り合いで勝つのは難しそうなので、ヒストスキンを発動します。1日1回とはいえ、この回復速度は凄まじいですね。はい、ガリクスト撃破です。そうしたら死体から狩猟術師のアミュレットを手に入れます。次に向かうのはリフテン東のデイスプリング峡谷です。アグミルの隣を通り過ぎると、ローンガードのクエストが始まるので、そしたらドーンスター南の番人の間に向かいます。ローンガードのクエストが始まると、番人の間が崩壊するので、ステンダールの番人の死体から、素人の回復術ローブと、素人のフードを回収します。
本来なら万人の間が崩壊するのはレベル10になってからなのですが、直接デイスプリング峡谷に乗り込むことで早期に崩壊させることが可能です。序盤の金策にもってこいなので、お金に困ったら万人の間を崩壊させてみてはいかがでしょうか。それでは本格的にスキルレベルを稼ぐので、魔術師の石碑をセットします。さらにウィンターホールドの宿屋に泊まって休息ボーナスを得て、コレットから聖者の光を買います。そうしたら先ほど手に入れたフードとローブ、アミュレットを装備して、ミッテンのドラウグルに聖者の光を当てて回復スキルを稼ぎます。マジカが切れたら、素人のフードと資料術師のアミュレットをお気に入りに登録して、お気に入りメニューからホットキー登録します。そうしたらホットキーから装備を外して、また付け直せば、マジカが補充されるので、いくらでも魔法を打てるようになります。あとはこれを繰り返して回復スキルを稼いでいきます。はい、回復スキルを30まで上げました。コレットから訓練を受けて回復スキルを35まで上げます。ここで初のレベルアップです。ステータスの上昇はすべて体力につぎ込みます。レベルが6まで上がりました。また訓練を受けられるようになったので、回復スキルを40まで上げます。お金は攻守の間や万人の間のアイテムを売れば十分足りると思います。スキルレベルが40になると、精鋭レベルの魔法が売りに出されるので、死者撃退の光を購入します。そうしたら適当にどこかの都市にファストトラベルして、配達人から手紙を受け取ります。この匿名の手紙はレベル5になると送られてきて、読むとヘルゲン南のサウスフリンジ聖域近くに大量の資料が出現します。馬をおとりにしてどうにか全滅させたら、儀式の石碑でまとめて蘇らせます。そしたらすぐそばのサウスフリンジ聖域に入り込んで、列になった資料の群れに死者撃退の光をぶち込みます。そうするとかなりの勢いで回復スキルが上昇していきます。ここでもホットキーで装備を付け直してマジカを補充します。素人の回復術ローブで軽減すると、死者撃退の光の消費は78になります。素人のフードと資料術師のアミュレットによるマジカの上昇量が80なので、装備の付け直しでマジカを賄えるというわけです。回復スキルが70まで上がったところで、儀式の石碑が切れてしまいました。そしたら24時間待機して、もう一度儀式の石碑を発動します。これでまた死者撃退の光で回復スキルを稼げます。はい、回復スキルが90まで上がりました。目標を達成したので儀式の石碑を解除します。このまま帰ってもいいのですが、資料術師の日記を読んでクエストを完了させます。これでランダムイベントでゾンビの襲撃が発生するようになります。何かメリットがあるわけではないのですが、今回のビルドはゾンビが一つのテーマなので、なんとなくクリアしておきました。それではレベルを上げます。ステータスの上昇はやっぱり体力につぎ込みます。というよりこの先ずっと体力しか上げません。体力を上げれば1秒ごとの回復量も増えるので、このビルドでは体力一択です。それではパークを取っていきます。聖職者、死の回避、ジャガーノートの1段階目を取得します。これでリジネちゃんはいわゆる聖職者吸血鬼状態になりました。血虫の兜と合わせて、富士効果が 1.56 倍になります。これはクリサミアの戦闘中回復速度上昇にも有効なので、さらに回復力が上がることになります。現時点で相当な回復速度になっているのですが、ここからさらに装備やボーナスを揃えに行きます。といったところで今回の動画はここまでです。良ければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。